こじらせハウスへようこそ。秋です。終盤に差し掛かったキッチン浄化 DIY 計画。前回までにカップボード、壁紙、キッチン取り替えが完了。今回はいよいよ天井を激変させていくのだが、秋が無邪気に提案した天井プランは素人にはハードモードすぎるとんでもプランだった。よし。はい、今モヘヤンが天井の下地の位置を出して墨を打っているところです。昔ながらのこの墨壺を使っていきます。今回どんなとんでもプランを実行するのかと申しますと、それは下がり天井。おしゃれなお家のキッチンによく見られる一部分だけ少し下げられた天井。さらにそこに他の天井と違う壁紙を貼ることで空間をさりげなく仕切るとともにメリハリを生み出す。下がり天井に密かに憧れていた秋はキッチンのプランを練っている時、モヘヤンに天井を下げたいなーとボソッと漏らしたことがありました。もちろん秋に何の知識もないし、さらっと調べたところ骨組みが見えているような状態から下げている人はいたものの、出来上がっている天井に対して後付けで下がり天井を DIY してる人は見当たらない。そして職業柄大抵のことはいつもマイナスな思考から入るモヘヤンには絶対反対されると思っていたので、いやー無理だよね、できないよね、やめとこ違う壁紙貼るだけにしとこうかなとプランの段階で一旦諦めていました。ところがその諦めに対し一石を投じたのはなんとモヘヤンでした。なんで？やればいいじゃん。やろうよ。下げようよ。なぬ、これは珍しいぞ。石橋を叩いて渡るタイプのモヘジが自ら冒険を提案しようとは、どういう風の吹き回しなのかはわからんが、モヘジが積極的に参加してくれるならこれはもしかしてやれるのでは。よし、モヘジの気が変わらぬうちにことをどんどん進めてしまえ。かくして秋の脳の容量を初っ端から軽くオーバーした下がり天井プランが決行されることとなりました。一応秋なりに測量したり図面を描いたりはしていたんですが、ほぼ無意味でしたね。モヘヤンはその場で下地の位置を出して颯爽と墨出しを終えました。今レーザー墨出し機が登場しています。これは我が家のものではなく、モヘジが現場から借りてきたプロ仕様の超精密レーザー墨出し機。事細かに説明されて生返事を返す秋ですが、今現在1個も覚えておりません。探してんだこの子、水平を。迷子ですね。迷子なんで、こじらせハウスだからこじらせてますこの家。ナビになってないんでちょっとモードナビにしてくちゃんとしてモードナビはい、にしてモードナビに間違いかい。なんか爆発し大丈夫？爆発する？すげえ、すごい、本当だ。見つけた。すげえ。で天井もすごい、めっちゃすごい。そう、この線が私、この線が欲しかった、ずっと欲しかったこの線が。お前すごいな。これですごいなお前。絶対倒すね。倒したらもう終わりだから。終わりってどういうこと？とっても可愛い墨出し機ちゃんですが、やだお値段は全く可愛くありません。35万もすんのに？コロンってしただけで6万円の修理代が出てる。マジでやだ。何通も持って帰ってきちゃうんよ。35万もする繊細すぎる墨出し機を持ち帰るのはやめていただきたい。何かあったらどうするんでしょうか。レーザー墨出し機は欲しいけど、もう少し分相応な普通のやつが欲しい今日この頃です。欲しかった線が手に入ったので、天井にその線を移しておきたいんですが、天井にまっすぐ線を引くことができない。めちゃめちゃずれてる。この人が曲がってるかもしれない。この人は曲がってないでしょ。定規なんだからだってこっち合わせたらこっちがずれるし、こっち合わせたらこっちがずれるんだ。こうでしょ。こっち合わすでしょ。振り向いたらずれてる。そう、曲がってのも昔からの問題じゃねえ。もう力が出ないんだ。疲れて顔が濡れて力が出ないね。今となってはわかりますが、このでかい定規を使っているのがそもそもの間違いなんです。重すぎるゆえに上向きにキープできない。持ち上げるのが精一杯。これから山のように訪れる天井 DIY の洗礼。これはその記念すべき第一洗礼ですね。天井に線引くの無理。短くても軽い定規を使えばできた気がします。ずれにずれて結局は墨壺を使うことに。壺ってすごいね、万能だね。見よ、上を見ろよ。どけ。上方。すいません。なぜ初めから墨壺を使わなかったのかというと、ここは下がり天井と普通の天井との境目。墨壺で墨を打つと、打った周りに墨が飛び散り、リビング側の壁紙が汚れてしまう可能性があるためです。リビングの天井を張り替えるかどうかまだ決めていないため、なるべく汚したくなかったですが、まっすぐ線が引けないならば致し方ないですね。今回は頼みの綱である親方の機嫌を損ねないよう多めにゴマを吸っていきましょう。恐怖の時限爆弾は早めにしまって現場に返しましょうね。
ようやくリビングに長らく鎮座していた超ロング木材を使う時がやってきました。切っているのは天井の下地となる 30×40 の赤松野淵、通称3040。木造建築現場にゴロゴロ転がっている代表的下地材。もし職人さんに3040のコップある？って聞かれたら、皆さんも迷わずこの切れ端を渡してどやりましょう。今回主導権を握るモヘジの自由な行動に秋は振り回されまくります。撮影などに一切配慮せずズンズン作業を進める YouTuber 泣かせな頑固職人モヘジ。動画に関しても前途多難ですね。切るの？ちょっと待って、撮るから。ちょYouTuber 泣かせなの？いや、つけてる、信じらんの。待てよ。ちなみに時系列的にはこの天井下地組みはキッチン DIY のかなり初期に行った作業になります。天井下地を完成させてからじゃないと釣り戸がつけられない、キッチンリフォームのための電気工事も進められないためです。そのため完成したはずのカップボードが逆戻りしていたり、キッチンも前のままだったりしますが、天井ができていくにつれ背景が進化していく様子も改めてお楽しみいただけたらと思います。天井を下げるといっても一体どうやってと思いますよね。今回はこの野縁の太さを利用して天井を下げます。まずは元ある下地に対して横向きに5本打つ。次に縦向きにして高さをプラスして格子状に 330mm 間隔で9本。ここに最後 9mm の石膏ボードと壁紙を貼ることで約 80mm、8cm 天井を下げる作戦です。下地を組むのに邪魔になるレンジフードとキッチンパネルの見切りを撤去しました。ごまを多めにするのをつい忘れて親方を顎で使っちゃうアキベイ。こっち端？こっちっすか？こっちを見ろ。よかった、頭使えますわ。全然位置がわかんない。めっちゃラーメンになったんだけど。ラーメンでもいい？ダメです。また。ここで天井に向けてビスを打つことが無理ゲーすぎることが判明。そもそも普通に横向きに打つことすら下手なポンコツアキベイ。初めの1本すら一向に止められない秋に片方を延々支えるモヘジも呆れ始めます。早くして。早くしてるなよ。ごめんって。ラーメンでいい？止まりゃいいよ。じゃあもう変わって。そこがダメならもう一個後ろにしてよ。ついて怒りを沈めて。これでもかなり編集してカットしまくってます。モヘヤンよく耐えました。やった。親方がムキムキマッチョになってしまう。自分のポンコツさとモヘジからのプレッシャーに焦り散らかした挙句、謎にウィッシュスタイルになってしまう。何このスタイル。ウィッシュみたいな。モヘジもそりゃ笑うしかねえ。なんで時的にふざけているつもりはさらさらなく、至って真摯に取り組んだ結果です。ようやくビスは打てたものの、見えますか？木材と天井との間に微妙な隙間。中途半端な力でしか打てないため、最後まで回してもしっかりくっついてくれません。どこもかしこもくっつかない。全部。心折れた秋に代わりビスを打ち直すモヘジ。なんということでしょう。天井との隙間はすぐになくなりました。しぶとくインパクトを握っていた秋はようやく裏方に徹する決意を固めました。庭で木材を切り親方に渡します。何一つやり遂げれない自分に失望している秋は若干投げやりモードに。よかれと思って。よかれと思って。ちょっと何言ってるか一個も分かんないです、親方。900頭の子に早く脚立立てろよ。反抗的な弟子に親方も語気を荒げます。これはいよいよこじらせハウスモヘジに乗っ取られるかもしれん。ちょっと待ってくださいね。どうぞ。こじらせハウスへようこそ。モヘジです。
ちょっと待ってヒロシやモヘジですモヘジです当面モヘジに乗っ取られる心配はないようですヒロシですからね、モヘジじゃない、ヒロシでした。そんで偶然巻いてたタオルがヒロシと被ってますからね。奇跡か。やばたくっついた。508で508で3、4、5、6、7本8本。実はこの後釣りに行く予定の釣りバカ親方、とりあえず仮止めして、あとは弟子に任せ、早く旅立ちたい親方にせめて苦手な橋だけは止めていくよう独特なお願いをしております。こんなにお願いしてるでしょ。こんなにお願いしてるでしょ。親方が旅立ったので秋が仕上げていきます。だんだん要領を得てきたかな。ようやく下地を組み終わりました。続いて 9mm の石膏ボードを貼っていくんですが、一番弟子を見限った親方は何を思ったか、年派もいかぬおちゃらけ小僧を2番弟子に指名。よりによって重たく割れやすい石膏ボードをよりによって天井につける支えとして小僧をチョイスするというとんだ人選ミス。しかも長男昔から人一倍運動音痴で筋力が弱いんですよ。これならポンコツアキベイの方が100倍マシではと思っていた矢先、自分で投げた特大ブーメランが脳天直撃。痛そう。幸い長男に怪我はなく、モヘジの脳天も無傷でした。ビバ石頭。石膏ボードは1枚天に召されてしまいました。ちなみに石膏ボードを止めるのにめちゃくちゃ大活躍なのが、モヘジの道具箱にあったこちら、石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ。石膏ボード専用ビスを磁石でキープ。振り回しても落ちません。そして普通のインパクトだとどこまでもめり込んでしまう柔らかい石膏ボードに必ず 1mm の深さで止めることができるという優れもの。これのおかげで秋でも素早く正確にビス止めすることができました。天井下がってますね。すごい。ここにクロスを貼るまでにはかなり時間が空くので、先にダクトレールを取り付けて照明を設置します。ダクトレールもおしゃれなお家には必ずと言っていいほどある憧れアイテム、インダストリアルという今回のテーマにもぴったりな照明器具です。ボードを貼り終えたところでモヘジはあることに気づく。柱先じゃね柱？そうなんです。前々からチラチラ映っていて気になっていた方もいるかもしれませんが、実は今回このカウンター部分に2本柱を増設する予定なんです。せっかくの開放感をなくしてまでわざわざ柱を立てる背景にはやんごとなき理由があるのですが、それはカウンター編の時に詳しく説明しますね。この柱はボードを貼る前に立てなければなりませんでした。すっかり忘れていたので大変な思いで貼った箇所のボードを一旦外します。柱となる百角の超巨大木材を加工していくモヘジ、もはや大工。今回ばかりはこれを素人 DIY と言ってしまうのは無理があるかも。
もしれません。ですがモヘジは正式には現場監督であり職人ではないためギリセーフということにしておきましょう。すごいぴったり。すごい大工やん。はい止めて。待って、私あたす。ちょっと待って。ボードを外すのはもうお手の物です。はい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 。ひたすら斜めに長いビスを打ち柱を止めるモヘヤン。柱ってこうやって止めるんですね。すごいですね。なんで確認したお前が。なんでお前確認。しかもこことここで止まっとんねん。何の確認ですか。よし。謎の確認をかぶせてくるポンコツアキベイにモヘジ爆笑。確認したって。サボってんじゃねえぞ。食べます親方も。あはい、紆余曲折を経てボードをすべて貼り終えカップボード、キッチンも完成し今現在の姿になりました。ニューキッチンをきっちり養生してパテですね、パテ打ちに入ります。作業としては単純で簡単ですがいかんせん上向き天井というだけで全ての難易度が爆上がりなのです。しかも面積がまあまあ広い。45の首がもげないように用心してやっていきやしょう。たけし、脚立のことかな。なんで脚立がたけしになるの。どういう数日前に取り付けたばかりの高級キッチンに思い切り乗っかり踏みつけにせねばならない状況に戸惑いましたが致し方ありません。乗れるもんにはどんどん乗っていかねば天井は仕上がりませんからね。これは危険だ。大人になって地面からあまり離れることがなくなって忘れかけてましたが秋は高所恐怖症気味なんですよ。この中途半端な高さが一番怖い。久々にゾクゾク感を味わっております。下パテが乾いたのでパテベラで削ります。あらかた削ったところをよりきめ細かい上パテで仕上げていきますよ。パテ打ちで一番ネックなのはこの削りですね。デニス以上に細かい粉が部屋中舞い散るので養生必須。頭も足裏もゾンビ化します。パテ打ち自体は楽しいんですがこの削りが毎度大変です。まだ立ってない足の裏してるわ。ゾンビって言われる。誰です？母です。私です。マザーです。マザーです。
よこれ。洋服とかよく。この日は日曜日、朝からパテ打ち、削りを進め、ようやくクロスののり付け。もう外が暗くなっています。のり付けしてしまったらもう貼るしかない。こんな時間から大丈夫でしょうか。モヘヤンは明日仕事です。でもやるならやる気に火がついている今しかない。おバカ夫妻は今日やる決心を固めました。天井のクロスが登場しました。今回使うのは下がり天井といえばこれってくらいみんな貼ってる大人気、リリカラ LL7228 です。リアルな木目が美しいアッシュ系でどんな系統にも馴染む木目のクロスです。貼ってみて分かったことですが、このクロスの良いところは柄合わせが必須じゃないということ。もともと木の板をつなぎ合わせるようなデザインのおかげで合わせなくても自然に馴染みます。ただでさえ大変な天井のクロス貼り、柄合わせなどしている余裕はなかったため、結果的にこれが非常に助かりました。柄を合わせなくて良いというと語弊があるかもしれません。見る人が見れば合わせないとダメなのかもしれません。なのであくまで秋的には必要ないと付け加えておきます。すべての糊を塗り終わったのでいよいよ貼っていきますよ。先に言っておきますと、この天井クロス貼りはことごとく失敗し続けます。ど素人と素人に毛が生えた程度のプロもどきによる作業、天井にクロスを貼るということの鬼畜さに釣り合わぬ弱小メンツです。決して舐めてかかっていたわけでも自信があったわけでもない。でもやるしかありません。私たちにあるのはやる気と根性以上です。この時点で午後8時半、上2人は自分でお風呂に入って2階に上がってくれましたが、6歳の末っ子は無理なので YouTube を見て待っています。2枚目、カメラワークをミスり、モヘジの尻メインの絵面となっておりますことを心よりお詫びいたします。まっしぐかな。ちょっと今撮影で忙しい。ごめんなさい。絶対失敗する気しかしないわこれ。ちょっと待って、見えてないけどノールックだけど大丈夫。お前のけど、お前が別の位置を変えればいいんじゃない。2枚目からの試練がジョイントカット、重なったクロスを切る作業です。前々回のクロス貼りの時も言いましたが、ジョイント定規があった方が絶対に良いです。先ほどから使っているこのどでかい定規が失敗の根源。ジョイントカットには軽くて正確、ずれにくい専用の定規を使うべきでした。またこの極薄刃の直線カッター、切れ味は最高にいいんですが、極薄のおかげか使う人間のせいなのか、刃がダメになるのがめちゃくちゃ早い。1メートル切るごとに折らなきゃいけないくらいの勢いで刃こぼれします。このレンジフードの部分を思いっきりカットミスし、かなりの隙間が空いてしまいました。考えてだってクロスは生えてこないんだから、切るのに切る、ダメならめくる。めくらないです。絶対に。なんとかごまかします。こんな時、誰かに背中を押してもらえることがありがたいですね。一人だと延々と放心して時間だけが過ぎていってしまいます。もちろんこんな長い材料は余っていないので、このままなんとか貼り進めます。さらに作業に時間がかかりすぎたせいか、重なりを剥がすときに裏紙が下地に残ってしまいます。いかないですね。うまくいかないよ。
3枚目、時刻は午後10時半。電気の配線を出すのに精一杯で、後ろの異変に気づかない2人。何度も何度もやり直して、やっと腫れた最初の部分が剥がれてきています。こんなことある？次々押し寄せる難題を片付けつつ、時折笑いながらやってますが、本当は全く笑っていられない状況です。気持ちだけが焦って、作業は一向にうまくいかない。でも、今気持ちまで折れてしまったら、暗闇に持っていかれたらダメだ。と、いつもより多めに笑って踏ん張っています。